皆さん、こんにちは。こんにちは、ディレクターです。私は YouTuber 兼漫画家のボイチです。今日は質問と回答の時間です。ところで、日本のチャンネル登録者の皆さん、コメントをたくさんつけてください。どうかお願いします。質問をたくさんお願いします。グローバル漫画家志望者の方々が日本の漫画家志望生たちの質問を見るのが本当にすごく役に立つと思います。グローバル漫画家志望者のために日本の登録者様からのたくさんのご質問をお待ちしております。なので今回の映像は私たちが日本のチャンネルの方の質問を集めてお答えしたいと思います。始まる前に私が T シャツを買いました。今日はこの T シャツを着て撮影します。ずっと前に購入したんですが、もったいなくて何ヶ月置いておいて、今日着てみたいと思います。新しい服を着ると気分がいいですね。それでは質問と回答を進めたいと思います。日本のチャンネルにある質問です。ご自身の好きなものに対する熱量がすごい。ありがとうございます。 YouTube のために事務所まで購入されるなんて、これからの活動を楽しみにしてます。本当にありがとうございます。ところで YouTube で顔出しをしないのは何か理由があるんですか？ YouTube のために事務所を設けました。これで終わりではありません。事務室をただ開いただけではなく、ここを楽しい空間にしようと努力中です。なぜ楽しい空間にしようと努力中かというと、この前 YouTube を始める時はとても切迫した気持ちになりました。なぜ切迫した気持ちでやったかというと、世界の漫画家志望者の中で勉強するところもないし、デビューするところもない貧しい友達は漫画家になれなかったらお金を稼がなければなりません。先進国では多くの失敗をしても時間と機会が与えられるが、そうじゃない国にいる友達は18歳頃に人生の道を決めなければなりません。それで1日も早くグローバル漫画界が誕生しなければならないという考えで、とても切迫感を持って始めました。切迫感を持って始めたらうまくいきませんでした。これが正しい態度なのかとも思ったし、なるべく楽しい雰囲気、楽しい気分にしよう、楽しいということを伝えようと努力しようと思って、私の生活する姿もお見せして、取材するのもお見せして、予定ですがキャンプするのもお見せしたいしと思いましたが、キャンプ用品を集めているだけで一度も行ったことがありません。果たして見えるキャンプに行けるのでしょうか？ディレクターさん、私がキャンプに行くことができますか？いけないと思います。残酷なことをおっしゃいますね。漫画を描くのに忙しくて行けなかったらいいですね。しかしキャンプ用品は買っています。楽しい姿をお見せして、その雰囲気に力づけられて元気でいい姿をお見せしたいです。そんなわけです。これからの活動を期待してください。 YouTube で顔を出さない理由は、 YouTube で顔を出すことについて私は何のはばかりもなく抵抗感もありません。でも私が少年ジャンプ作家になってから連載をしながら考えてみたんですが、現役作家のほとんどは公開の席には出ず、顔を公開されなかったんです。私だけあちこち公開してたんですよ。私は少年ジャンプ作家になるとは知りませんでした。稲垣先生のおかげでできたんですが、稲垣先生、本当にありがとうございました。あまりにも空気を読まずに行動しました。今からでも少年ジャンプ作家らしく生きたいという気がして、それで公開的に顔を出さないことにしました。そして声、AI の吹き替え、当然日本語ができないので吹き替えをしています。実際に声を低くして字幕を入れることもできるし、実際の声を聞かせながら吹き替えをすることもできますが、それもしない理由も、少年ジャンプ作家の方はできるだけ声も非公開にされてるみたいで、
私もそうするのが正しいんじゃないかと考えてそうしています。今この声は私の実際の声と全く違います。実際の声は皆さんこんにちは。안녕하세요。こんな無茶苦茶な声です。ディレクターさんがかっこよくて重厚な声でやらないといけないとおっしゃって、それで今この声にしました。実際の声と全く違います。私とディレクターさんが私と似たような声を見つけられませんでした。軽くて軽薄なおじさんの声がありません。吹き替えの声がみんなかっこいいんですよ。それでもおじさんの声だと選んだのがこの声です。しかし皆さん、公開する顔を準備しました。これを用意しました。これからこれを書いて進行します。これを作るのに本当に多くの時間と努力がありました。それではかぶってみます。これからこの顔で伺います。それでは他の質問も読んでみます。今回も日本のチャンネルからの質問です。まさかボイッチ先生の下書きが見られるなんて本当に嬉しいです。ありがとうございます。私もこの文を読むことができて嬉しいです。先生はどんなペンツールを使っているのでしょうか、という内容のご質問です。私が使うペンツールは、私が使っている 99% はこれです。名前はボイチペンとありますが、スタッフたちと共有しようと思って名前を変えたんです。ただのテクスチャドペンです。クリップスタジオの基本ペンです。大したことはありません。返事はこれで終わりですが、ツールについてのお話をすると、ご覧のように私はこうやってクリップスタジオを使用しています。前にこんな質問を受けたことがあります。無料ツールを使用中ですが、無料ツールはどう思いますか、というご質問だったんですけれども、その無料ツールが良ければ使うことをお勧めします。その無料ツールがただ無料なのでお使いになるのであれば、クリップスタジオを使用するようにお伝えしたいと思います。費用が少しかかっても良いツールを使用することをお勧めしたいと思います。現在出ているものの中にはクリップスタジオが一番いいツールとして知られています。それでクリップスタジオを使うことをお勧めしたいです。そしてクリップスタジオやフォトショップファイルで保存することをお勧めします。広く使われたフォーマットで作品をファイルに保存することをお勧めします。そうでない場合は皆さんの寿命よりファイル拡張子の寿命が短くなる可能性があります。皆さんが生きている間に皆さんの原稿を開けなくなるかもしれません。ずっと開けてみることができれば幸いだけど、開けられなかったらもったいないじゃないですか。保存するフォーマットをできるだけ長持ちさせ、有名なプログラムの拡張子として保存することがおすすめです。ですのでクリップスタジオをおすすめします。こういう質問があるかもしれません。このクリップスタジオを買えない人たちはどうするんですか。しかし私の考えでは、この映像をご覧になっている方々の中では絶対にクリップスタジオを買えない方はいないと思います。なぜなら多分ほとんどはスマホでこの映像をご覧になっていると思うし、スマホを購入する費用やまたはスマホの維持費用がありましたら、クリップスタジオは当然購入可能です。それでも個人ごとに事情があるから、スマホを維持して YouTube でこの映像を見ることができるけど、クリップスタジオを買うお金がない方もいらっしゃると思います。人々は状況が様々なので、そういうこともあると思います。そういう場合は私はただ紙を使うことをお勧めします。漫画を描くことについて一番いい絵の具は何でしょうか。クリップスタジオでしょうか。クリップスタジオを制作したセルシスの方々も同意すると思います。それはまさに紙とペンですよね。あるいは紙と筆です。この世で漫画を描く道具から紙やペン、紙や筆に勝てる道具はありません。
私の考えではそうです。私は確信します。紙とペンさえあれば、極端にたった数百円で、あるいは数ドルだけでも投稿用の1回の原稿短編1つを完成することができます。スクリーントーンのようなものはなくてもいいです。これがまさに漫画の長所なのです。原稿用紙何枚かとペン先1本、インク1つさえあれば、この地球上で最も偉大な作家と比べても道具であまり差がありません。同じものを使っているのです。本当に素敵じゃないですか。そして勉強はオーソドックスにした方がいいと私がいつもお話しましたよね。デビューしてからお金を稼いで紙よりペン先のような高価な装備をその時に購入しても全然問題ありません。漫画の勉強は紙と鉛筆、紙とペン、紙と筆で練習することをお勧めします。この方法が勉強するのに一番いい方法です。実力が一番早く伸びる方法です。理由が多いのにいつかその理由について映像でお話します。とにかくそうなんです。私の経験から言いますと、新聞紙、カレンダー、ボールペンでも幼少期を過ごした漫画家志望生も少年ジャンプの漫画家になれます。私がはっきりと申し上げることができます。なぜなら私がそうだったんです。使う道具にたくさんのお金を使えないのも心配する必要はありません。私たちには紙があります。原稿用紙がなければカレンダーがあります。カレンダーがなければ新聞紙があります。申し上げただけでも勉強もできるし、次は英語のチャンネルで質問してくださった内容です。ボイチ先生、質問です。私は16歳で1ヶ月前から絵を習い始めて一人で美術を習っています。美術学校や先生もいなくて YouTube の映像だけ。本当に大変です。先生のように美しい美術ができるようになりたいけど才能がなくて先生のように幼い年で始めませんでした。私の熱情をもっと早く発見できなかった。自分自身がとても憎いです。絵を描くのに本当に苦しいです。素敵な芸術家になりたいが絵を描くのに他の人たちが速い速度で私よりもっと良くなるのを見ると本当に不便です。こういう感情を克服できるようにアドバイスをしてほしいです。私にこんな質問をくださって本当に良かったです。本当に良かったと思います。なぜなら私が本当に同じ状況だったからです。今も大きな変化はなく似たような状況です。遅く始めたし才能もないし、いつも人が私より早くリードしていたし、私と同じです。私が2歳の時から描いたのが違うんじゃないとおっしゃるかもしれませんが、こういうのは本当に些細な違いです。本質的には同じです。あ、でもちょっと待ってください。このマスク本当に熱いです。ファンのようなものを設置しなければならないようです。息が詰まるんですね。それでも一生懸命にお答えします。少年ジャンプの作家さんたちが顔を公開する日が来たら、私もこのマスクを外します。私も少年ジャンプの作家さんたちと一緒にやりたいんだけど、その方々の実力と才能についていけないから、こういうのでもかぶって非公開にしています。私は早く絵を、そういうのも合うし、幼い頃から絵を描いたこともあってます。しかし勉強する機会はありませんでした。私は16歳になるまで漫画の作法を読むことができませんでした。私が18歳になるまで見ることができた漫画の作法はただ2冊。そして18歳の頃に初めていい漫画の作法が出て3冊。それが全てでした。勉強をする方法がなくて映画を勉強しました。そして私が漫画家に会って助言を聞くことができたのは大学1年生19歳になって初めて一度だけほんの少しでした。質問をくださった方は16歳なんですが、私に会っているじゃないですか。私にはそういう機会がなかったのです。私よりずっといい環境です。私は自分が頭が悪くて才能がないということを14歳の時ある経験で身に染みて感じました。
いつかそれも話してあげますよ。その時私は頭が悪くて才能というものがないんだ、こういうふうに思いました。ただ今は才能というのは虚像だと思います。しかしその時14歳の私は才能というものは存在して、私は才能がないと思いました。私は繰り返す練習しかないね、ただの努力じゃない、繰り返す他はない、そういう結論を出しました。私の人生で最も重要な判断の一つでした。私は繰り返しの努力しかないね。それが今日の私をこの程度までは到達させてくれたと思います。そのくらい私は頭が悪くて才能がありませんでした。質問してくださった方は日本の漫画を何歳の時からご覧になりましたか？私は日本の漫画を初めて見たのがドラゴンボールだったんですが、17歳の時です。その前までは本当に日本の漫画を見たことがありません。昔韓国では裏返してトレーシングした韓国漫画のふりをしながら出版した日本の漫画が少しありました。そういうのを何作品か見ました。私の家は貧しくてその漫画作品を買うことができなかったし、私の親友がその漫画を貸してくれました。それで2つの作品を見ることができました。それが全部です。こんなに才能もない上に遅く始めました。この映像を見る多くの方々が申し上げたこういう状況よりはいい状況にいると思います。そして私が真剣に日本市場に進出しなければならないと思ったのが2003年です。その時私は30歳でした。そしてその翌年にデビューして日本に住むことに決めて、日本に渡ってきたのが4年後の2007年、34歳の時です。あの時日本の新人漫画家たち、私も新人漫画家だから競争者です。私と競争しなければならない日本の新人漫画家たちと比較してみたら、こんなことを悟りました。日本の新人漫画家たちは私より若い。当然日本人だから日本語ができる。そして私は日本の漫画を17歳の時に初めて見たけど、私のライバルたちは幼い時から日本の漫画を思う存分見た。そして私の読者たち、日本人の生活をこれから分かっていって勉強しなければならないのに、私のライバルたちは読者と最小限の同じレベルの日本人の生活と文化について知っていますよね。日本人だから当然のことです。そしてその当時、私はどうしても努力して勉強しても日本人の学生時代を経験することができず、日本人の家族の生活は経験できませんが、私のライバルたちは生まれてすぐに経験します。当然日本人だから。もちろん短所ばかりではありません。長所もあります。その当時私は5000冊ほどの本がありました。漫画本を引くと2000冊くらい。本をちょっと読んだ方に属さないと思いました。その当時私の弟子も何人かいました。日本ではないけど韓国で漫画を出版した経験もありますし、漫画の作法を出版したこともありました。それにもかかわらず当時の私の結論は明らかでした。私は絶対にライバルたちよりうまくできません。そして同じ結果を出すために最低でも2倍以上の努力が必要です。そしてどのような領域は10倍、100倍努力しても絶対に到達できないところもあります。そして読者たちと同じ年に文化と感覚を共有する若い作家たちを断つ方法が存在しません。それを悟った時、怒って自分自身に失望をしたのでしょうか？違います。全然そうじゃなかったです。なぜなら勝つつもりがなかったからです。私のライバルたちが私より立派なのにどうしますか？何の関係もありません。勝てなくても大丈夫です。才能も味方ではないし、トレンドも味方ではないし、文化も私の味方じゃないけど、努力だけは私の味方です。これは14歳の時に気づいたことです。私は勉強と努力が好きです。努力だけは私の味方です。そして皆さんの味方です。他人が私より優れた実力を持ってもいいし、もっと良い成果を出しても大丈夫です。
私は大成功をしたいわけでもないし、誰に勝ちたいというわけでもなく、漫画を描きながら生きていきたいです。漫画を描きながら生きていけるなら満足です。だから大丈夫でした。質問された方、心配しないでください。誰かはきっとあなたより実力を早く積むようになっています。私は一生そういう人たちを見ながら生きてきました。あんなに早く実力が上がるんだ、あんなにすごい結果になるんだな。まあどうしますか。ただ私は今日を努力するだけです。それならいいんです。誰かに勝つことは重要ではありません。自分自身に勝つことが重要です。だから質問してくださった方、誰かと比較する必要はありません。そして16歳なら絶対に遅れません。40代でデビューされた本当にすごい作家さんも知っています。あの方も本当にすごいですよね。私がこの方より早かった。私が勝ったのかな。いいえ、そうではありません。私よりずっと立派な作家さんです。最近日本で60代でデビューした作家さんもいらっしゃいます。本当に素敵じゃないですか。とてもかっこよくて尊敬します。私が申し上げたい結論はこれです。いくつだって勉強できる環境が良かれ悪しかれ、全然心配いりません。遅くないです。何歳でも遅くないです。16歳なら言うまでもなく早いし、26歳、36歳は全然遅くないです。今から始めても遅くないです。けれど今日一生懸命に勉強しなかったら、あなたが何歳であろうと遅いのです。2歳でも遅いし、4歳でも遅いです。他の人がうまくいくのは拍手をしてくれて、面白い漫画を作ってくださってありがとうございますと言えばいいのです。私を訪ねてきてくださって私に質問してくれて本当に良かったと思います。このように3つの質問と回答をしてみました。今回の映像はここまでにします。皆さん、バイバイ。